子供が何気なく口にする言葉には、実は親が気づいていない心のサインが隠れていることをご存知でしょうか。毎日何度も聞くあの口癖が、お子さんの心の状態を教えてくれる重要なメッセージだったりするのです。実は、多くの親が見落としがちなのが、子供の何気ない口癖に隠されたサインです。日常の中で繰り返される言葉には、子供の心の奥底にある感情や欲求が現れています。特に愛情不足を感じている子供は、無意識のうちに特定の言葉を繰り返し使う傾向があることが分かっています。発達心理学や児童精神医学の分野では、子供の言語表現と情緒発達の関係について、数多くの調査が行われてきました。最新研究では、子供の口癖を注意深く観察することで、早期に心のケアが必要なサインをキャッチできることが明らかになっています。この動画では、愛情不足の子供が使いがちな口癖を10個ご紹介します。もしお子さんがこれらの言葉を頻繁に使っていたら、それは心の SOS かもしれません。早めに気づいて適切に対応することで、お子さんの心を守ることができます。それでは一緒に見ていきましょう。1、もういい。言わなきゃよかった。何か話そうとして、もういい、言わなきゃよかった。と途中で引っ込めてしまうことはありませんか？自分の気持ちや考えを伝えようとしたのに、自ら諦めてしまう姿を見ると、何があったのか、どうしてあげればいいのかと心配になりますよね。大阪大学の研究では、自己表現を受け止めてもらえない経験が重なると、子供は伝えること自体を諦めるようになることが示されています。これは表現能力の問題ではなく、話しても無駄という学習の結果なのです。忙しい時に話しかけられると、つい、ちょっと待って、後でね。と言ってしまうことがありますよね。それは仕方のないことです。でも、そうした積み重ねが子供の表現意欲を奪っているかもしれません。おすすめなのは、お子さんが話し始めたら、できる限り手を止めて耳を傾けることです。すぐには難しくても、今は何々をしているから、5分待ってくれる？その後ゆっくり聞かせてね。と、聞く時間を約束しましょう。こうした約束を守り、しっかり話を聞く習慣を作ることで、お子さんは自分の言葉は大切にされていると感じ、自己表現に自信を持てるようになっていきます。2、ママ、パパは私のこと嫌いでしょ？何度も何度も、ママは私のこと好き、パパは僕のこと嫌い。と聞いてくる姿を見て、戸惑ったことはありませんか？毎回大好きだよと答えているのに、また同じ質問をされると、少し疲れてしまうこともありますよね。スタンフォード大学の研究によると、愛着形成に不安を感じている子供は、繰り返し、愛情確認を求める行動を示すことが分かっています。これは親を信頼していないのではなく、心の安全基地が揺らいでいるサインなのです。何度も言ってるでしょ？と返してしまいそうになる気持ちもよくわかります。でも、子供にとって、この質問は単なる言葉のやり取りではなく、心の不安を和らげるための大切な確認作業なのです。効果的なのは、言葉だけでなく、スキンシップや目を見て話すことを組み合わせることです。大好きだよ。と言いながら抱きしめる、頭を撫でる、手を握るなど、体を通じて愛情を伝えましょう。こうした積み重ねによって、お子さんの心に自分は愛されているという確信が根付き、やがて繰り返し確認する必要がなくなっていきます。3、褒めなくていいよ。どうせ、頑張った姿を見て、すごいね。と褒めた時に、褒めなくていいよ。どうせ本気で言ってないでしょ。と、素直に受け取らない反応をされたことはありませんか？せっかく認めてあげたいのに、突き放されたような気持ちになりますよね。ハーバード大学の研究では、愛情不足を感じている子供は、肯定的な言葉を疑い、受け入れにくい傾向があることが示されています。これは過去に十分な承認を得られなかった経験から、本当の自分は価値がないという信念が形成されているためです。なんで素直に喜べないの？と感じてしまうかもしれませんが、子供にとっては、褒め言葉を信じて傷つくことへの恐れがあるのです。大切なのは、結果だけでなく、過程や努力を具体的に言葉にすることです。最後まで諦めなかったね。この部分の工夫がいいね。と、行動や選択そのものを認めましょう。抽象的なすごいよりも、具体的な、何々が良かったの方が心に届きます。こうした具体的な承認を積み重ねることで、お子さんは、
少しずつ肯定的な言葉を受け入れられるようになり、自分の価値を信じられるようになっていきます。4. いつも何々くんばっかり。いつも妹ばっかり、何々くんのことばかり見てる。と、不満をぶつけてくることはありませんか？兄弟がいる家庭では、こういった言葉を聞くことも多いですよね。公平に接しているつもりでも、子供がそう感じてしまうことに悩んでいる方もいるでしょう。スタンフォード大学の調査によると、親の愛情を十分に感じられていない子供は、兄弟や友人に対して強い嫉妬心を示す傾向があることが明らかになっています。これは単なるわがままではなく、自分だけを見てほしいという切実な願いの表れなのです。兄弟を平等に扱うことは大切ですが、それぞれの子供は異なる個性と欲求を持っています。完璧な公平さを追求するよりも、一人一人と向き合う時間を作ることが重要です。おすすめなのは、一日のうち短時間でも、お子さんと二人きりになる特別な時間を設けることです。10分でも15分でも構いません。その時間は完全にその子だけのものにしましょう。このような占有時間を持つことで、お子さんは自分も大切にされていると実感でき、他者への嫉妬心も自然と和らいでいくでしょう。5. どうせ忙しいんでしょ。ねえ、一緒に遊ぼう。と言いかけて、でも、どうせ忙しいんでしょと自分から引っ込めてしまう。そんな場面を目にしたことはありませんか？子供が自分の願いを口にする前に諦めてしまう姿は、とても切ないものですよね。東京大学の調査では、親との時間が十分に取れていないと感じる子供は、自分の欲求を表現する前に諦める傾向があることが示されています。これは親への配慮というより、拒否されることへの恐れから生まれる防衛反応なのです。仕事や家事で、本当に忙しい時、つい、後でね、今は無理。と言ってしまうことがあるのは当然です。でも、子供はその積み重ねの中で、自分の存在は後回しにされると感じてしまっているかもしれません。大切なのは、すぐに答えられなくても、いつなら時間が取れるかを具体的に伝えることです。今は夕飯の準備中だから、食べ終わったら一緒に遊ぼうね。と約束し、必ず実行しましょう。このような約束を守ることで、お子さんは自分の気持ちは大切にされていると感じ、安心して自分の願いを伝えられるようになっていきます。6. 別にいい。一人でやるから、何か困っている時に、手伝おうか？と声をかけても、別にいい、一人でやるから。と突き放すような返事をされたことはありませんか？まだ小さい子供なのに、妙に自立しすぎているように感じて、少し寂しくなることもありますよね。大阪大学の研究では、幼少期に助けを求めても答えてもらえない経験が多い子供は、他者への依存を避ける傾向が強くなることが分かっています。これは自立ではなく、頼っても無駄という諦めから生まれる孤立なのです。子供が一人で何でもできることを誇らしく思う気持ちもあるかもしれません。でも本来、子供は大人に甘え、助けてもらいながら成長していくものです。それを拒否するのは、心の防衛反応かもしれません。効果的なのは、お子さんが断っても、さりげなく寄り添い続けることです。一緒にやろう。と押し付けるのではなく、そばで見ててもいい？と距離を保ちながら存在を示しましょう。こうした温かな見守りを続けることで、お子さんは少しずつ助けを求めてもいいんだと感じられるようになり、健全な依存関係を築けるようになっていきます。7. どうせ私なんか、どうせ私なんか、僕なんてダメだから。と、自分を否定する言葉を口にする子供を見ると、親として胸が痛みますよね。何か失敗した時や、新しいことに挑戦する前に、このような言葉が出てくることはありませんか？ハーバード大学の研究では、自己肯定感の低い子供は、自己否定的な言葉を使う傾向が強いことが示されています。これは単なる謙遜ではなく、心の奥底で自分には価値がないと感じている可能性があります。お子さんがこのような言葉を使うとき、そんなことないよと否定するだけでは、不十分かもしれません。子供は、自分の存在そのものを認めてほしいと願っているのです。大切なのは、結果ではなく、努力や過程を具体的に褒めることです。よく頑張ったね。その工夫、面白いね。と、お子さんの行動や考えを言葉にして認めてあげましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感は少しずつ育っていきます。このような声かけを続けることで、お子さんは自分にも良いところがあると感じられるようになり、
前向きな言葉を使えるようになっていくでしょう。8、ママ、パパなんて大嫌い。ちょっとしたことで、ママなんて大嫌い。パパのバカ。と強い言葉をぶつけてくることはありませんか？思わずカッとなってしまいそうになるほど、激しい言葉を使われると、親としても傷つきますし、どう対応していいかわからなくなりますよね。東京大学の研究によると、安定した愛着関係を築けていない子供は、感情表現が極端になりやすい傾向があることが分かっています。これは親を本当に嫌いなのではなく、それでも自分を受け入れてくれるかを試している行動なのです。そんな言い方はダメ。と叱りたくなる気持ちもよくわかります。でも、その言葉の裏にはそれでも私を愛してくれるという不安が隠れているのかもしれません。効果的な対応は、感情を否定せず、行動だけを正すことです。大嫌いって言われると、ママも悲しいけど、何々くんが怒っているのはわかるよ。と、まず気持ちを受け止めましょう。その上で、でも、その言い方じゃなくて、何々が嫌だったって教えてくれる？と、適切な表現方法を教えます。こうした対応を続けることで、お子さんは試し行動をしなくても愛されていると感じられるようになり、感情表現も穏やかになっていきます。9、どうせ誰も分かってくれない。どうせ誰も分かってくれない。誰も僕のことなんて。と、まるで世界から孤立しているような言葉を口にすることはありませんか？まだ小さな子供の口から、こんな寂しい言葉が出てくると、親として胸が締め付けられる思いですよね。スタンフォード大学の調査では、感情的なサポートが不足していると感じる子供は、強い孤独感を抱きやすいことが明らかになっています。これは周囲に人がいないことの寂しさではなく、心が通じ合う相手がいないという、深い孤立感の表れです。毎日一緒にいるのに、誰も分かってくれないと言われると、自分の子育てを否定されたような気持ちになるかもしれません。でも、子供は単に理解されたいと願っているだけなのです。大切なのは、お子さんの話を最後まで聞き、共感することです。アドバイスや解決策を急がず、そうだったんだね。それは辛かったね。と、気持ちに寄り添いましょう。たとえ理解しきれなくても、理解しようとする姿勢が伝わることが重要です。このような傾聴と共感を続けることで、お子さんは自分の気持ちを分かってくれる人がいると感じられるようになり、孤独感から解放されていくでしょう。10、私がいなくなればいいんでしょ。私がいなくなればいいんでしょ？僕なんていない方がいいんだ。と、自分の存在そのものを否定する言葉を聞いたとき、親として強いショックを受けますよね。こんな小さな子供の口から、こんな深刻な言葉が出てくることに、驚きと不安を感じるのは当然です。ハーバード大学の研究では、深刻な愛情不足を感じている子供は、自己存在の価値を疑う言葉を使うことがあることが示されています。これは単なる反抗や注意引きではなく、心の深い部分での苦しみのサインです。このような言葉を聞くと、どう反応していいかわからず、パニックになってしまうかもしれません。でも、ここで慌てて否定したり、叱ったりするのではなく、まずは冷静に受け止めることが大切です。最も重要なのは、そんなこと言わないで、ではなく、あなたがいることが、私にとって、どれだけ大切か、を具体的に伝えることです。あなたの笑顔が見られるから、ママは毎日頑張れるんだよ。あなたがいるから、この家は家族なんだよ。と、存在の価値を言葉にしましょう。必要であれば、専門家のサポートも検討しながら、お子さんの心に、自分は必要とされているというメッセージを丁寧に伝え続けることが、回復への道となります。最後に、今日ご紹介した10の口癖に共通しているのは、愛されている実感が不足しているというサインだということです。どれも子供からの小さな SOS であり、早めに気づいて対応することで、お子さんの心を守ることができます。もし当てはまる口癖があったとしても、自分を責める必要はありません。完璧な親なんて誰もいませんし、気づいた今この瞬間から、お子さんとの関わり方を少し変えていけば大丈夫です。毎日忙しい中で子育てを頑張っているあなたは、本当に素晴らしいのです。このチャンネルでは、科学的根拠に基づいた子育ての知識をわかりやすくお届けしています。お子さんの心の成長を一緒に見守っていきましょう。チャンネル登録といいねをお願いします。また、お子さんの口癖で気になることがあれば、コメント欄で教えてくださいね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。